これなんだろうなと思ってたんですよ。誰か冷蔵庫に開けたら入っててもう無防備でちょっと外歩くの辛いもんね。僕らの時気合だったよ。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。本日もクローバーズ株式会社からお客様が来てくれました。では早速自己紹介の方からお願いします。キャラクターモデラーの、頼富正樹です。よろしくお願いします。お願いします。ベヨネッタ3、メタルギアライジングなどに、キャラクターモデラーとして関わりました。UI アーティストの奈良まどかです。よろしくお願いします。私は、UI/UX デザイナーとして、ロックスミスプラスとあとは X ディファイアントっていうゲームに関わっておりました。という方々に来ていただきました。早速なんですけど、皆さんの今興味持ってること好きなことみたいなのを聞いてるので、早速じゃあ頼富さんから何か。はい、ちょっと気になるもので何にしようかちょっと考えたんですけど、気合が入ってるというか、もうハードル高くなる。あんまりね広がるかどうかわかんないんですけど。何これ。キャンプ道具？僕暑いの大嫌いなんで、なんとか外を快適に過ごせないかなということで。すいません、2つある。ワンツーって書いてある。番号付き。そう子供も含めてちょっと。なるほど。どんどん出てくる。まだある。そうなんですよ。一旦出していいですか。はい。何？すごい。すごいな。何これ？何ですかねこれ。何？でもなんか止められる感じ。ちょっと濡れちゃうかもしれないですけど。冷た。重いのに。すげえ。こんなちっちゃいのなんですよ。あとはこれで全部です。あとは普通の保冷剤が入ってます。という感じで。すげえ。そうですね。暑さ対策グッズですね。すごい。タイムリー。でも集め始めたの結構最近で。集めてるんですか。それは何？その傘みたいなの。これは普通に日傘ですね。ってことか。モンベルの日傘で。いいやつや。そうです。つまりアウトドアをするとき。いや、もう普通に外移動する時とかもですね。そうです。とにかく暑いのが嫌です。そう、暑いのをなんとか防げないかなって思っていて。神谷さんも日傘してる。生意気に。日焼けとかどうでもいいんだけど、もう暑いからさすがに。そうなんですよ。ここもそうで、結構それでいろいろ集めて、あとは子供と一緒に遊びに行ったりとかするときに暑いのなんとかしなきゃなっていうので集めてて。このファンはなんで3つもあるの？これはもう子供に1号機2号機そういうことなんだ。出せるんですけど、これはなんかこういう風になんか置けるのと、これ実はもともとはこれとセットで、これがリュック持ってくるの忘れたんですけど、リュックにセットしてここに入れてやって、そうなんですよ、背中に間開けて、そう風通しを良くして。これなんだろうなと思ってたんですよ。そうそう、ちょっとざっくりとこういう感じで。蒸れないってことね。そうなんですよ、蒸れないようにするっていうそういうグッズですね。すごいな。いろいろ試すうちにちょっとずつ増えていってしまう。もうそれでもうこの夏も快適にっていう形ですか？いやこれも多分よく見るやつだと思いますね。子供とか。クリームですね。もしかして冷蔵庫に入れてました？これは冷凍庫に。誰か冷蔵庫に開けたら入ってて、誰か冷やしてるなとか思ってたら。そうなんかこれってなんかな。これ専用の入れ物ですか？そうです。この会社出してるやつで、そうなんですよね。でここに保冷剤とかを入れて、外持ち歩きの時に冷たいのをキープするってことですか？これなんか室温ぐらいの温度かなで凍るっていうものなんですよ。28度そうなんですよ。でその状態をだからできるだけキープするから、ちょっと冷やっこいっていう理屈なんですけど。ちゃんとその凍った状態を維持してる？維持
してるはずです。トライしてもらいます。ただこれはもう冷凍してるんでもう冷たすぎるんですけど、本当は若干だけひんやりしてるぐらいな感じでこう溶けてしまうんですけど、溶けたらまたここには保冷剤あるところに入れると凍ったり、まあちょっとクーラー効いた部屋に入ってこれつけといたりとかも置いとくと、まあもう一回再凍結するっていう。なるほどね。まあ確かに今の日本の暑さ異常だもんね。そうですね。異常ですね。もう無防備でちょっと外歩くの辛いもんね。なるほど、すごい。これ実際上がってるんですかね。子供の時ってなんかこう気温30度ぐらいだったような気がするんですけど、暑い日でも、ね、上がってるって言うよね、昔の温度と照らすとね。よく言いますよね、学校のプールの話ありますよね。そのなんか昔ってこの時期でも学校のプール寒すぎてない日があったみたいな。今そんな日ないじゃないですか。そうなんですよね。なんかもう暑すぎてって言っても31度とかそれぐらいだったと思うんですけど、今もう普通に35度とかになってるんでさすがに耐えられないなと思って。今日北海道40度らしいですよ。らしいですよね。40度はすごいですね。北海道でも握れないっていう暑さ今。昨日沖縄32度でしたよ。沖縄か。どうなってるの方が涼しい。ちょっとバグってるよね。どうなってるんだろう。いや俺も長野県の人間だから、基本的に涼しいところで育ってきたからやっぱり大阪が暑いっていうのもあって、まあプラスやっぱり日本全体的に気温が上がってきてるのかなっていうのもあって、も最近は本当すごいなと思うよね。今のだから子供たちの授業中とかだからエアコンとかつけてるんだっけ？あ、ついてました。僕は参観行ったらついてましたね。そうですね。僕らの時気合だったよ。まあね、気合でなんとかなる気温だったんだろうなとも思うけどね。今はちょっと気合じゃ無理だね多分ね。熱中症とかなっちゃうね。そうですね。すげえ重装備だ。これが入ってるんですよ。これのカバー。これを持ち歩いて、まあこれに入れとくとちょっと持つのと、まあこれ冷たすぎるんで。これは何に使うの？これは単純に冷凍庫に入れとくと、まあ凍るんですけど、氷が普通に長持ちする普通の保冷剤よりっていうやつですね。これをどうするの？これをさっきのまあこういう保冷バッグに入れておいて、ここに保冷剤とか、まあ、これとか。あ、そういうことか。そういうことですね。だから冷凍庫を持ち歩いてるみたいな感じです。なるほどね。飲み物ペットボトル入れたり。そうですそうです。これはこれもこれと同じものです、だけどこれに入れて、まあ、単純にっていうものです。やっこいいってことなんだ。はい。っていうものですね。ほほこれ多分昔からよくあったやつでぐしゃってやったりとか叩いたりすると缶の中でみたいな。ただこれちっちゃい時からあったと思うんですけど。使い捨てですよね。使い捨てです。ぐしゃってやって冷たい30分ぐらいこうそれが持つ終わり捨てる。なるほど。これは冷えんの？これは冷えますね。ブシュってやって。そうですね。よくパソコンのキーボードをシューってやるやつあるじゃないですか。エアダスターみたいな。そうですね。あれやってるとなんか冷たくなってくるじゃないですか。多分同じような仕組みだと思うんですけど、これ普通にガスの力かなんかでシューってやるとすごく冷たくなるので。なんかスポーツ選手とかやるっけこれ？いや多分それとは違うやつ。また違うやつだと思います。そうですね。エアサロンパス。スポーツ選手エアサロンパスしてんの？まあでもそのエアサロンパスっても商品名固定されてるの？いやでも確かに冷却スプレーもやってますね。そういうと冷却スプレーやってるでしょ？やってますね。僕もそういえばやってました。これはなんか直接やると凍傷になる可能性があるので、服にやってほしいって書いてますね。はい。じゃあ服の上から。そうですね。服の上から、まあ服にやったらまあ確かに冷たいですね。なんか体拭くとスースーするやつとかもあるよね今ね。ありますね。なんか結構あれが冷感で、これまあ子供のがあるので調べたんですけど、冷感はなんか冷たい感じがするだけなんで実際冷えてるわけじゃないんで。体温下がんないんだ。下がんないらしいですね。だからまあ合わせた商品もあるんですけど、あれ単品だと結構冷たい気がしてるけど熱中症になるっていうのがあるらしいので、まあこれとか実際冷たいのがやっぱりいいなと思って冷たいのを集めてますね。冷感じゃなくて。これはなんだっけ？これちょっと多分後で紹介した方がいいと思うんですけど、これはあれです。そんなの自作したもんです。ここに